ギャバンがイムの経典斧を防ぐ。イムの武器はなんと800年前の19人の王たちのものだった。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い2週間がようやく終わり、ワンピース第1189話のネタバレ速報が入ってきました。タイトルは世界の王です。扉へリクエスト、波に叱られてモンキーになったルフィ、ゾロ、サンジがしつけを受けているところ、ペンネーム、ナカムー。今話は情報量が非常に多く、ストーリーもかなり衝撃的です。まず、イムは怪人剣と呼ばれる別の武器を取り出し、再びルフィを刺します。ルフィはいつものようにすぐには立ち上がって反撃できず、イムは彼に致命的な攻撃を加え続けます。その後、イムは2本の剣を使ってルフィを木にしっかりと釘付けにします。このシーンは視覚的なインパクトが強く、本作の新たな名シーンになると思われます。一方、ウソップはルフィが非常に危険な状況に陥っていることを察知します。これはウソップが再び見聞色の覇気を発揮する重要な瞬間となる可能性が高く、彼の実力がついに実質的な向上を遂げたことを示しています。この時、グンコの体の氷はすでに溶けていますが、彼女はまだ意識を取り戻していません。別の場面では、ロキはハラルド王が亡くなった日に彼とシャンクスの間で交わされた会話を思い出します。シャンクスは世界政府は未来の戦争に向けて準備を進めていると語り、彼らの敵が世界の王であることをロキに告げました。このことからシャンクスは早くから全てを見抜いており、すでに対応する計画を立てていたことがわかります。以前、彼がベン・ベックマンにワンピースを奪いに行くと明かしたのも、この戦争に備えるためだったのでしょう。今話の重要なターニングポイントは、イムがフンド剣をソマーズ星に渡し、それでゾロに対抗するよう命じたことです。この剣は以前ロキとの戦いで使用されたものと同じ武器です。その後、イムはさらに精霊の槍と呼ばれる武器をキリンガム星に与え、サンジを始末するよう命じます。このことから、イムは部下への支援が非常に手厚く、体力の回復を助けるだけでなく、戦闘の勝利を確実にするために強力な武器まで与えていることがわかります。今話で、イムが使用するすべての武器が、800年前に世界政府を創設した19人の王たちのものであったことが明かされます。これは以前の推測を裏付けるものであり、イムはマキと契約を通じて人々の力を吸収した可能性が非常に高いです。そして、その中で欠けている一つの武器は、アラバスタのリリ女王のものであるはずです。今話の結末で、イムは経典斧を使ってルフィに止めを刺そうとします。危機一髪のところでギャバンが間一髪で現れ、イムの攻撃を見事に防ぎます。この伝説の先輩がついに正式に戦局に介入しました。事実、科学技術は一旦誕生すれば完全に消し去ることは容易ではないが、稼働に必要な重要な条件が欠ければ停滞してしまう可能性がある。古代のエネルギーの喪失こそが現在の大秘宝世界の全体的な科学技術水準が低い原因となっている重要な要因である。白ひげはかつて赤い土の大陸の上に神の国が存在していたと言及した。いわゆる神とは超自然的な力を指すのかもしれないし、当時の時代の認識をはるかに超えた先進的な科学技術を指すのかもしれない。ワンピースの設定では、この2つはどちらも成立しうるだけでなく、同時に並存していた可能性も極めて高い。第一の世界の結末を振り返ると、地の神は怒り、妖艶の蛇と共に世界を死と闇で包んだ。以前の分析で指摘したように、この災難は太古の時代に世界を破壊した巨大地震と火山噴火を暗喩している。しかし、もし当時本当に先進的な文明が存在していたなら、間近に迫る破滅を前にして、人類は間違いなく全力を尽くして救済しようとしたはずだ。したがって、本校は最初の革新的な仮説を提示する。赤い土の大陸の誕生は、実は人為的な介入によるものである。この帯状の大陸が形成されたのは、その両側で驚異的な規模の大爆発が起きたためであり、この爆発によって星の陸地の大部分が沈み、赤い土の大陸だけが難を逃れ、結果として現在最も標高の高い陸地となった。爆発によって生じた土ぼこりが空を覆って太陽光を遮り、世界を暗闇に陥れ、この大災難によって大多数の生命が消滅した。それにもかかわらず、第一の世界の文明は完全には途絶えておらず、太古の人類は赤い土の大陸に文明復興の火種、すなわち古代の科学技術を残した。生き残ったごく少数の人類が文明の血脈を継承し、廃墟の中から第二の世界が再び息を吹き返したのだ。
あの世界を滅ぼすほどの災難が地表を完全に作り変えてしまったため、その5長きにわたる歳月の中で、世界は過酷な環境に置かれ、生命力は失われていた。第一の世界の生存者たちは赤い土の大陸で懸命に子孫を増やし、古代の技術を頼りに後世に伝わる神の国という発達した文明を築き上げた。世界を再建するため、神の国は生命科学のタブーである不老不死の追求に触れた可能性が極めて高い。彼らは先進技術を用いて人体を改造し、極限環境に適応できる強大な個体を作り出し、さらには再び星を征服しようと試みた。この壮大な願いが完全に実現することはなかったが、その研究開発の過程でバッカニア族、ミッツモク族、ルナーリア族など多くの希少種族が誕生した。これらの種族は不老不死を得ることはできなかったが、普通の人間にはない得意な能力を身につけていた。最終的に神の国の先人たちはこれら特殊種族の協力を得て、徐々に赤い土の大陸から世界各地へと移住していった。第一の世界が滅亡した教訓を生かし、彼らは集団で撤退する際、特定の技術を使って国全体を封鎖し、そこを科学技術の墓場と化すことで高度な古代技術の流出を制限しようとした。特に革新となる古代のエネルギーは遺跡を開く鍵として秘密裏に持ち出された。エネルギーの供給がなければ神の国の技術的遺産を再起動することはできない。これもまた聖地マリージョアの地下深くにある巨大な麦わら帽子が保管されているエリアの扉が精密な機械構造の特徴を備えている理由を説明している。そこは極めて高い確率で巨大な機械空間であり、エネルギーが枯渇しているため、たとえ機械の扉であってもイムは手動で開けざるを得ないのだ。当時赤い土の大陸を離れたすべての部族は何らかの契約によって神の国の秘密を守り、生存と繁殖に必要な少数の基本的な技術だけを持ち出すことを許された。そしてイムが属するネローナ家の祖先は極めて高い確率で神の国を離れて地表に降り立ち、生存した人類の一派であったと思われる。しかし彼らは神の国との約束を破ったか、あるいは他の方法で革新的な機密を盗み出し、長期間潜伏して古代エネルギーを再び見つけ出す機会を待ち、神の国への帰還と再び神の座に就くことを企てている。長い歳月が流れるにつれ、神の国は次第に神話や伝説へと変わり、地上の世界も徐々に活気を取り戻していった。全体的な科学技術の水準は第一の世界には及ばないものの、時代はすでに新たな変化をはらんでいた。いわゆる森の神は魔を使わせたというのは、様々な超自然的な能力が悪魔の実という形で世に降臨したことを暗喩している。悪魔と神が対立するという設定は、本質的に悪魔の実が代表する超自然的な能力と古代の科学技術の力との間の激しい衝突を象徴している。能力者同士の争いが日増しに激化するにつれ、一部の国々は稀に大陸の奥深くから古代の科学技術の遺物を発掘し、リバースエンジニアリングを行うことでさらに強力な力を掌握していった。エルバフの深部に残された古代遺跡こそがその名称である。巨人族はおそらくその中の一部の技術を解析しただけで、太陽石や霧の船といった神事が対技術を手に入れたのだろう。同様に水の都で建造された戦艦プルトンも古代の科学技術体系が部分的に再現されたものである可能性が極めて高い。古代の技術の秘密が暴露されたことで、人々は競って第一の世界の遺産を探し求めるようになり、それによって科学技術はある程度の復興を遂げた。遺憾なことに人類は強大な武力を手に入れた後、再び資源をめぐる果てしない戦火に陥り、同じ過ちを繰り返し、欲望の渦に巻き込まれ、種族間の奴隷化と抑圧も絶え間なく続いているのだ。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。